はいどうも、ゆちチャンネルです。ついに RX の正式な年次改良情報が先月2月27日に発表されましたね。私も新しい RX のカタログをいただきまして、これからね、じっくり読み込んでいこうと思っております。また改めてですね、RX 年次改良後の詳細情報まとめみたいな、そういった要約動画も今後出していこうかなと考えております。それで今回の改良後 RX なんですが、契約する前からうすうす予想はしていたんですけど、現在 RX350 の納期だけがかなりやばい情報になってるということで、今回はその内容を踏まえた上で、一つ目、今後の RX350 納期遅延による不安材料に関して、二つ目、逆に今回の350納期遅延は見方を変えれば朗報なのかもしれないと、この2点に関して私なりに考察していきたいと思います。最近350を契約しましたっていう方で、営業さんから具体的な納期目安を教えていただいた方とか、もし見えましたらぜひコメント欄にて情報提供してくださると助かります。よろしくお願いします。これまでも様々な方から RX 契約報告をコメントにて頂戴しまして、本当にね、ありがとうございました。値引きとかですね、プレゼント情報なども本当にね、参考になりました。私がいただいたコメントの中で、一般枠で早期契約された方の多くは、遅くても秋頃までには納車できるだろうということでしたので、そこからですね、今回早1ヶ月弱でどの程度納期が長くなったのか、現状350を契約した方の納期が私としてはかなり気になるところです。ぜひね、情報をお持ちの方お寄せいただきたいと思います。ってことで、早速ね、本題なんですが、まず現状の RX350 の納期に関して、私が最近聞いた販売店さんからの情報によりますと、今契約した方はおおよそ約1年待ちの可能性がある。そういう風に告知しているとのことでした。いやーね、ちょっとやばいですね。これはね、かなりの超納期と言っていいんじゃないでしょうかね。一時の半導体不足を思い出させるくらいの勢いが感じられるなと思います。このままいくと、もしかすると一旦受注自体を止めてしまうという可能性すら考えられる状況なのかなと個人的には思ってしまいます。というのも、やはり350のガソリンターボモデルに関しては、そもそも国内の生産台数自体がかなり少ないっていうのが一番の要因だと考えられます。それに加えて現状 RX の中で人気の F スポーツが選べるのは 500H と350。現状この2つのモデルしかないっていうのも受注が集中してしまう要因じゃないのかなと感じてます。500H と350ではおおよその乗り出し価格が約170万円ほどありますので、圧倒的に350の方が購入しやすい価格なんですよね。350の F スポーツだと乗り出し価格約800万前後で購入できてしまいますので、RX を初めて購入する方ですとか、エントリーモデルとしても人気が高いのかなと思われます。350のバージョン L だと本体価格も668万円から用意されてて、NX350H ハイブリッドモデルを購入しようと思われている方であれば、そこに30万上乗せするだけで RX にも手が届いてしまうという、もう本当にね、絶妙な価格帯となっているのも350が人気な要因ではないのかなと私自身感じてます。私の販売店での受注状況だけで言えば、年次改良後の RX を契約する方のおよそ半数以上が350ガソリンターボモデルを購入されるとのことでした。ただこれは私の販売店での購入比率ということなんですけど、おそらくどこの販売店さんであっても、このね、今回350ガソリンターボモデルを購入される方の比率が圧倒的に多いんじゃないのかなと思います。で、そのせいかどうかはね、ちょっと定かではないんですが、現状 500H であったり、ハイブリッドモデルの 350H と、プラグインハイブリッドモデルの 450H プラス、こちらのモデルに関しては、
現状契約後だいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいで納車できるとのことでしたので、やはり圧倒的に350への受注が集中しているのではないのかなと思います。合わせて私が伺った情報によりますと、現状販売店でこの350ガソリンターボモデルを納車できる台数っていうのは、各販売店の大小によっても若干は違ってくるとは思うんですが、私の担当していただいている販売店だと、この350の納車台数が毎月3台ほどしかないと伺ってますので、おそらくどこの販売店であっても、おおむね毎月納車できる台数っていうのは3台から多くて5台ぐらいになってくるんじゃないのかなと思います。それだけ350の生産台数が少ないっていうのもあって、ある種の争奪戦状態になってしまっているということかもしれません。ただ、市場車枠で先行注文された方に関しては、今回の納期遅延に関して全く影響しないと思われますので、その辺は安心していいのかなと思います。しかし、私も含めて一般枠で契約されている方は、今回の納期遅延が少なからず影響してくるのではないのかなと思います。おそらく販売店の裁量によってどの方に優先的に割り振っていくのか、そういったこととかも関係してくるのではないのかなと思います。ですので、一刻も早く350が欲しいよっていう方は、もう本当にね、なるべく早めに販売店に行って契約の手続きを行った方がいいということになりますね。もしかすると人気がありすぎて、本当に一時的に受注停止になる可能性だって全然ありえますからね。それだけ今回の RX 年次改良の内容が本体価格の値上がり幅と比較してもかなり魅力的な改良内容であったという、そういった裏返しでもあるのかなと感じます。なんですが、私的に今から350を契約しに行こうと思っている方に対してですね、一つだけ懸念と言いますか、ちょっとね、心配材料というか、そういった思いがありまして、で、それはね、何かっていうと、結局、今契約したとしても、納期は1年待ち、もしかしたら1年以上の納車待ちっていう可能性も全然あるのかなと思うんですよ。で、そうなった時に、今から1年後、もしくは1年半後となってしまうと、来年の RX 年次改良時期にちょうど差し掛かってくる時期なんじゃないのかなと思います。で、万が一そこまで納期が伸びてしまったとなった時には、もしかすると来年の RX 年次改良ではハイブリッドモデルに F スポーツモデルが追加されるなんていうね、サプライズ改良が出てくる可能性だって全然あるのかなと思います。その時にまだ納車待ちとかであったとしたなら、この辺がね、何分不透明なんで、すごく微妙なところなんですよね。もちろんね、納車が早ければ早いに越したことはないんですけど、もしかすると来年の例えば2月とか3月ぐらいに納車されて、直後の4月ぐらいに RX 年次改良が行われちゃったってなっちゃうと、それもそれで、なんとなくね、もうあと2ヶ月待ったら改良後の RX が乗れるのに、みたいなね、そういう気持ちにもやっぱり若干なるじゃないですか。なんで今契約しようと思っている方はその辺も含めた上で、もう絶対に今のこの350のモデルが欲しいんだ、新しいモデルが追加されてもそんなことはもう直近では気にしない、そのぐらいのね強い意志で契約に行くのであればいいのかなと思うんですけど、そうでないのであれば超納期化っていう部分も踏まえた上で、今一度ねよく考えた上で契約に臨んだ方がいいのではないのかなと思います。意外とね、1年待つのって結構ね、しんどいと思いますし、現在お乗りのお車の車検期限なんかも気にしなきゃいけない場合もありますしね。でもどうなんですかね。万が一納期が長くなってしまって、来年の RX 年次改良と合致合ってしまった場合、一旦契約破棄という形になるかもしれないですね。もしかすると、そこで改めて再度契約を取り直すという形になるかもしれないですね。ちょっとごめんなさい。私もね、その辺はね、ちょっとよくわかってないので、ご情報だったらごめんなさい。もし、このあたりの情報わかる方がいれば、ぜひね、コメント欄で情報提供お願いしたいと思います。
もし納期が来年の RX 年次改良時期となってしまった場合であっても、契約自体を一旦破棄して新たに契約を取り直す、こういったことが可能であるならば、その時にね、新たなモデル選びをすればいいということになりますので、それであれば現状なるべく早めにこの350の契約に臨んだ方がいいというのが、最適解ということになりますかね。それでですね、今回の350の超納期化の話を聞いて、もしかするともう350契約するのやめようかなとか、いろいろとね、不安になる部分があるとは思うんですが、私としては今回のこの超納期化であったり、生産台数の枠自体が少ないということに対して、ちょっとね、見方を変えたら、意外と朗報でもあったりするのかなと、そう思ったりしてます。で、その理由なんですが、来年の6月までの生産枠自体が少ないということですので、今回のこの RX 年次改良車両が市場に出回る台数っていうのも当然なんですが、必然的に少なくなるわけです。そうなってくると、私の予想としては、この改良後 RX350 のリセールっていう観点だけで見たら、今後も高い水準で維持していくのではないのかなと、私としては予想してます。350を購入したい、もしくは購入しましたという方で、リセールも加味した上で350を選んだという方は、きっとね、私だけではないと思うんですよ。そもそも350の魅力っていうのが、そのガソリンターボモデルのね、エンジン自体がものすごく出来がいいということはもちろんあると思うんですが、1年乗って売却したとしても、購入した金額ぐらいで売却できちゃうという、そのね、驚異的なリセールの高さっていうのも、この350の大きな魅力の一つだったりするわけじゃないですか。ですので、国内販売の生産台数自体が少ないということは、買いたくてもなかなか買えないっていうことなんで、確かに気泡であることに変わりはないんですが、ただ、ちょっと見方を変えれば、350の売却相場っていうのは、今後も高値で安定した推移をたどる可能性が高いんじゃないのかなと感じる部分でもあるということです。少なくとも現状の生産台数が今後も続くようであれば、改良後の350が市場に多く出回るということは考えにくいと思いますので、リセールに関しては今後も安心していいのかなと、そういうふうに個人的には思ってます。ただ、私自身ですね、未だに生産付き自体も全く何にも販売店から連絡が来ていませんので、本当にどの月の生産枠に入れるのかっていうのが、未だにね、不透明な状態が続いているのが現状となってます。ですので、私自身も一体いつになったらね、納車できるんだろうか、そういった不安と改良後の RX350 の走りがね、どのくらい進化したのか、早く乗ってみたいな、そういった期待がね、入り混じった状態で日々過ごしているっていうのが正直な感想となります。またですね、今後生産月であったり、納期に関して新情報とかありましたら、その都度皆さんに周知していきたいと思いますので、RX350 の納期情報、引き続き気になる方は、ぜひチャンネル登録していただいて、今後の追加情報をチェックしていただければと思います。ということで、今回は、RX350 の現状の納期に関して考察してみたんですが、いかがだったでしょうか。冒頭でもお話しさせていただいたんですが、最近 RX350 契約しましたっていう方で、納期のね、おおよその目安とかわかる方見えましたら、ぜひね、コメント欄にて情報提供よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。先日ですね、IS300HF スポーツを試乗する機会がありましたので、ちゃっかりね、内外装の方も撮影させていただきました。近日中に内外装紹介動画なんかもアップしたいと思っておりますので、IS300HF スポーツ気になる方はぜひね、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。